こんばんは、青木です。広島県にいます。ここは広島県三原市、瀬戸内海の近く、マダコで有名な町になっております。タコさんがいらっしゃいますね。はい、マダコのタコさんにご挨拶をしましてですね、今日泊まる宿をご紹介したいと思います。もう見えてます。このタコさんの後ろにですね見えているのが三原国際ホテルさんでございます。国際ホテル、結構ですね高級感漂う名前になってて、実際はですねラグジュアリーな場所らしいんですけども、なんとですね今回6300円で1泊泊まっておりますが、今から泊まります。いや本当ビジネスホテルよりもですね、最近ねビジホンの値段上がってますから、それよりも安く泊まれるということで、ホテルの方に早速向かっていきたいと思います。この建物何かなと思ったら、これ図書館なんですね。ものすごい綺麗な建物ですよね。実は以前機会があってですね、三原市役所の方とお話をしたことがあるんですけど、三原市はですね公共施設を新しくしたり使いやすくしたりするってことに力を入れているんだそうですね。テラス席まであるんですね。で図書館の横にはおかず工房、これスーパーですね。なのでスーパーも道路を挟んで向かい側にあるということなんですね。いや便利だなこりゃ。さあそれでは入っていこう。いやこれホテルの建物にいろんなテナントがあるっていうのもね、ラグジュアリー感ありますけども、これ自動ドアなのにこう持つとこがついてるんですね。なかなか珍しいタイプです。はい、ということで今回はですね最上階7階のお部屋をご用意していただきました。これ見るとですね、ホテルの中いろいろあるんだなってことが分かりますよね。やっぱ設備はね、昔からあった建物なんだろうなって感じですけど、やっぱちょこちょこリニューアルされてそうですよね。さあ、いやーすごいな、こんなとこ本当ね6000円台でいいんですかって感じですよね。はい、ということでこちらがですね三原国際ホテルのシングルルームでございます。このね包み込んでくれる、癒されるかのようなですね明るさがいいですよね。お部屋がですねこんな形で、正方形に近いようなですねマットリになってますけども、ベッドも大きいですね。いやこのね隙間があるんでね、本当広々と使えそうだなって感じがします。ここに電話があって Wi-Fi、フリー Wi-Fi も使えるようになってますね。こちらに作業するところもあります。結構シンプルですね。そしてポットと湯飲みとかがありますね。でテレビはちょっと小さめですけど、あんまりテレビとかにこだわらない人にはね、逆に結構スッキリしてていいんじゃないかなと思います。で冷蔵庫結構ちょっと大きめですよね。はい、こんな感じでいろいろなんか入るようになってますね。さあそして水回りですね。うわ綺麗だな。お手洗いもちゃんとウォシュレット付きのやつが用意されてますし、しっかりですね新しくすべきところは新しくしている、そういう取り組みが感じられますよね。そしてこちらが窓の眺めになっておりますけども、いいですね。真ん前に、正面にある、ルートインさんがよく見えますね。で、下にこちらですね、図書館ですね、見えますけども、奥にですね、赤い看板が見えてますね。これイオンですね。はい。で、イオンもあるので、本当スーパーとかですね、食品の買い出しとかには困らないような、そんな、場所にありますね。さあ、じゃあ晩ご飯食べに行きましょうか。時刻が夜の7時なんですけども、結局駅まで来ちゃったんですけど、これなんか良さそうですね。名物のタコの刺身とかあるみたいです。だから焼肉って書いてありますけど、海鮮もあるみたいですね。これにしましょう。これめっちゃ美味しそうやな。牡蠣のガンガン蒸しだって、めっちゃ美味しそう。なかなか綺麗なカウンター式ですね。あとは全然女性の方とか一人でも大丈夫そうですね。さあちゃんと手を洗ってからねご飯を食べるということで、しっかりこういう蛇口があるってわけじゃなくてですね、これなんと卓上サワー飲み放題だそうです。1時間600円でサワーが飲み放題になるという、そういう仕組みだそうですね。タコ料理がですねこんなバリエーションあるんだ。ちょっと迷うな。さあではお通しがね出てきました。これはお肉っぽいですね。サワーにも負けずビールを頼みました。では何がこの後出てくるか楽しみですね。乾杯していきましょう。はい。お店で飲む生ビール美味しいですね。一人で旅するときってなかなかね店でこうビールとか飲む機会ってないんですけど、このお通し多分豚肉ですね。甘みが効いててすごい美味しいです。タコの天ぷらでございます。いや普段タコの天ぷらとか食べたことあります？三原はねイカよりもねタコの方が強い町だなという風に感じておりますけども、いやこれ絶対美味しそう。中までしっかりあったかさが通っててね美味しい。これ独特の噛み応え
み応えね、皆さんにも感じてほしい。こちらがですね、待ってる時に見てたあれです。牡蠣のガンガン蒸し 500g です。 500g で990円なんで 100g あたり200円ぐらいですねなかなかお手頃だなと思ったんですけど、すごいな。火が通ってるのでね、ポン酢でお召し上がりくださいということなんで、ポン酢ねちょこっとどっかかけて食べてみましょうかね。この味を待ってたんだよ。ガチで美味しい。そして酒が進む。こう来て今日三原来てよかったって思いました。ポン酢かけないのでもね結構美味しいですよ。シシャモとかの味に似たね独特な苦味を味わうことができますよ。いやこれはいいな。本当こんなのがね1000円で、ね、楽しめることができるなんて幸せですわ本当に。いやーいいですわほんま。店員さんもすんげえ真面目に接客してくれてましてですねいやもう本当いい店見つけたわって感じですよね。500g の牡蠣を、これ絶対1人前じゃないだろう説がね出てきてましてですね、多分あれ、2人とか3人でシェアするやつだったんじゃないかなと思います。いや本当ね1年分ぐらい、牡蠣をね、食べました。でも美味しかったですよ。美味しかったが結果オーライなんですけども、でもねよく考えたら牡蠣アレルギーの方々からしたら地獄ですよね。すいません本当にねなんか地獄絵図みたいなのをねお見せしちゃったなってちょっと謝らないといけないなと思って。さあということで今からですね、この後お楽しみの時間も、ありますので、食料とか、お酒とかね、そして明日の朝ごはんを買いにスーパーに行きたいと思います。今から行くのはジャスコです。ジャスコで会いましょう。素敵な笑顔でジャスコ、もうこのネタ3回目ですよね。はい、スーパーホテル米子さんでやりましたけども、ジャスコじゃなくてイオンですね。はい、もうイオンになってからもう10年ぐらい経つんですよね。僕らの子供の頃だったらジャスコっていうのはね本当に大きいスーパーの部類、今もそうなんですけどね、だから行くたんびにすごいいろんなものがね売っててワクワクして思い出があるので、ついついですねジャスコって言っちゃうんですけども、いやイオンの夜景がこんなに綺麗だと感じたのは初めてですね。いやもう三原の空ね何もなさすぎてですね、何もなさすぎて変ですけどすごいクリアですよね。もうお星様があったら落ちてきそうなそんな、空になってます。大阪だとね、ネオンとかがあるのでちょっと白みがかったりしてるんですけども、いやすごいな。はい、買い物をしてきました。でイオンの周りにもね弥生県とかマクドとかねラーメン屋さんとかいろいろありますね。はい、お楽しみの時間でございます。なんかねお茶セットの存在感がめっちゃありますけどもね。そうお楽しみの時間というのはですね、こうやってホテルのお部屋で、お酒とかを飲みながらですね、いろいろな旅のチップですね、今回使ったお得な技とかですね、あとこの辺りの観光情報とか、いろんなねプチ情報を、言っていくコーナーになっています。ただ単に、お酒を飲むだけではないということですね。で今日はですねウィズビア、これ奈良のねどっかのホテル泊まった時にご紹介したと思うんですけど、色がなんか違うやつがね新しく出てたんですね。アンバーエールと。では優しさに包み込まれるような空間、三原国際ホテルに乾杯。なんかこの部屋に一番合っているビールはと言われたらこのウィズビアですね。このアンバーエールもね非常に優しい味がするんですよ。ビール離れっていうのがね若者の中で言われてはいますけども、もうちょっとビール飲んでもらうようにっていう目的もあって作られた、大学と共同研究したそんなビールなんですけども、癖もなくてですね、ほんとチューハイとかサワーみたいな感じで飲みやすいと思いますよ。さあというわけで私たちは三原にいるんですけども、三原ってどこにあるかというねご紹介してみたいと思います。はい、私たちがね今いるのがですね、ここに三原駅があって、もうこの辺りなんですね。どこにあるかというとですね、こんな感じになってます。ここに広島があるんですね。そして、福山はここですね。地図で見るとなかなか福山も遠いなと思うんですけど、ここまでね電車で30分ぐらいで行くことができるんですね。そして、ここにあるのがですねしまなみ海道です。はい、これずっとまっすぐ行くと四国の方に行くことができて、で、この付け根のところにあるのが尾道っていう町ですね。海沿いの景色がすんげえ綺麗なんですよ。尾道なんかはね尾道ラーメン非常に美味しいグルメなんかもあったりで、ここに千光寺山の展望台なんかもあったり観光名所がいっぱいあるんですが、尾道自体があんまりホテルがなくて、そして結構値段も高かったりするので、それだったら電車で2駅そして15分ぐらいで来れる三原の町。実は三原はね尾道よりもホテルが安い傾向にあるんですが、その中でもこの三原国際ホテルをおすすめしたいと思います。
さあそれではね、今日のおつまみなんですけど、ちょうどですねイオンに行ったら、半額シールが貼られるところでですね、いや本当にねお得にですね買い物ができましたというご報告とですね、こちらごぼ天でございます。はい。いやうどんに入れたら絶対美味しいだろうみたいな、そんなね匂いがしますけども、単体で食べても絶対美味しいはずです。でいただきます。衣が柔らかくてね、中のこのごぼうのカリカリ感とうまい具合にねギャップを生み出していて、非常に美味しいですね。これはビールに合うと思います。おはようございます。翌日の朝を迎えております。今時刻11時ですね。三原国際ホテルさん、デフォルトのチェックアウト時間が11時なのでね、すごいゆっくりできるんですよね。昨日は見れなかった明るいうちの三原の街の様子を見ながらエンディングにしていきたいと思います。港まで行ってみましょうかね。昨日地図で見たようにですね、湾みたいにしてですね入り組んでるんですよね。なので向こうに見えてる山っていうのは本州に属しているものですよね。そして港までやってきました。ホテルからねもう歩いて3分もねしないところ、信号がなかったら本当にね一瞬でつけちゃうようなそんな場所にあります。で見ていただいたようにね、うさぎさんでおなじみの大久野島なんかにも行くことができて、非常に便利なところにあるんだなと思います。いやこんなね駅から近くて、そしてですねいろんな瀬戸内海の島々に行けて便利なのに、ビジホ並みの値段であんなですね、癒されるお部屋に泊まれる、いやこれはですね三原国際ホテルさんのすんげえいいところじゃないかなと思いますので、瀬戸内を観光される際はこの三原国際ホテルさん選択肢に入れていただければと思います。本当に泊まってよかったなって思われると思いますのでね。ではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。